回は私たちの夢の島での休日のお話をします。世界陸上を初めて観戦して、トラック走ってみたいという軽い気持ちでかけっこチャレンジに参加したとことこくんでまさかのティーンジが。今回の目次はこんな感じ。数十秒の100メートル動画だけでは尺が持たないので、お昼ご飯のバーガーと夢の島熱帯植物館の動画もご紹介しちゃいます。40年ぶりの100メートル走挑戦で、とことこくんに起こった悲劇とその後については最後の動画でご覧ください。まずは全国統一かけっこチャレンジのご紹介から。初めて生観戦した世界陸上でちょっと感動してしまい、ノアの100メートルと自分の違いを体感したいなぁとネット検索したら、これがヒットしまして、実際のトラックで走れて、タイム計測はおろか、写真判定してその写真までもらえるっていうじゃないですか。自分も週末は必ず運動して、ちっとは動けるし、そこそこ走れるだろう。スポーツ庁公園で全国統一というだけあって、全国の競技場を順番に回っているようです。世界陸上の要因も残る中、ちょうど10月4日が東京の夢の島競技場での開催だったので、うまみちゃんと申し込み、参加料も1300円と手軽だし、気軽にトラック体験ができそうと、この時は思っていたのでした。これがとんでもない勘違いと知ったのは当日エントリーしてからでした。参加者は5歳から70代までいるのですが、毎年実施されている恒例のイベントだけあって、ガチで自己ベストを更新しようと継続していることらが多数。ライトな気持ちで参加してごめんなさいという感じです。少なくともかけっこと言えるのは小学校低学年まで。それ以上になると、だいたい8、9割がスターターを使うガチ勢という感じでした。ひょっとしたら人生初のスターターの使い方なんか教えてもらえるかしらというような甘い認識は打ち砕かれたようでした。実名が出ているので、お名前のところは消していますが、競技場の電光掲示板に実名が表示され、各コースの選手紹介と実況もあるという想定外に本格的な運営でした。動画は最後にご覧いただきます。さて、かけっこ会場は13時30分から行っていますが、私たちは夕方の集合。時間がたっぷりあるので、まずはお昼ご飯に行きます。夢の島競技場からアップがてら歩いて20分の塩見スキッパーズに行きました。こんな感じで、運河沿いのマンションの1階にあるお店で、写真の右側に船着き場があって、船でテイクアウトできるってことで、テレビで何回か見ました。なかなか会えてくる機会もなく、今回のかけっこのおかげで訪問できました。サイトに載っていたグランドメニューと、お店のテーブルにあった第2の QR コードでは、特にサイドメニューが随分と違っていたので、メイン系のみサイトからメニューを上げておきます。今回2人でオーダーしたのはこんな感じ。ダ口に江口。フィッシュに自家製レモネードと自家製ジンジャーエール。デザートにチーズケーキとクレームブリュレ。まず、バーガーはお店の売りでもある粗挽きのパティが絶品。チェーン系のセット系パティと違うスマッシュ感の残る肉々しい存在感。ただお店の人も言うように、肉汁が大量に出るので、速攻で食べる必要があります。肉汁はバーガーだと少し邪魔だったりするので、網焼きとか直火で少し油をつけると食べやすいとは思ったりします。デートでは100年の恋も冷めるような汚い食べ方にならないよう注意です。そういう意味では、いろいろ食べられるスライダーをシェアするのも良いかも。ここのバーガーは、ポテト等の強制セットではないので、サイドでフィッシュチップスを選択。
衣集めのタイプで好みが分かれそう。ドリンクは同じに見えるけど、ジンジャーエールは辛み強めで私は好きなやつ。レモネードも炭酸飲むとかアレンジ注文できて、ちゃんとしたレモネードで良い感じ。あと、どうしても伝えておきたいのは、デザートのチーズケーキがこれまた絶品だったこと。どっしり系でしっかりアメリカンな感じでした。混むのでテーブルチェックで予約していきましょう。続いて、ソロ活女子で出口のり子さんが言っていたのが気になっていた夢の島熱帯植物館です。ちょうどハロウィンイベント中だったからかもですが、親子連れやデートカップルで結構賑わっていました。細かい話なんですが、ここのチケットには植物の写真があって、全部種類が違うんです。日付も入っていて、裏は白なので、館内のスタンプをしたり、デート記念にしたりするのにもちょっと良いなと思ったり。マリーナからの散歩道も運河沿いで良い感じで、バーベキューやお弁当を広げられるテーブルベンチもマリーナ側にあるので、まったりした休日には良いですね。それでは館内動画をどうぞ。
は皆さんお待ちかねの私たちの100メートル激走動画をどうぞ。皆さん実名なので画像のぼかしとアナウンス部分は消していますのでご了承くださいね。さあ続いての16組は3レーン、5レーン、6レーンが欠場ということです。3名の選手、4名、2、4、7、8、2、4。さあそれでは選手を紹介しましょう。10以上3名によりまして17組スタートです。大山セーフはい、止まってください。止まってください。では行います。本山セーフスタートしたのは17組。例が出てる小枝さん。さあそして以上のメンバーで20組スタートです。本山セーフさあこれ出てるこれは川下さん。最後まで走り切ります。20組まもなく全員フィニッシュ。ゴールした後、トップ争い以外もこんな写真判定の記録をプリントアウトしてもらいます。小さい子たちは特に面白い写真で盛り上がってましたよ。とことこくんはできそうな結果、右ハムストリングの肉離れで現在療養中。左脇腹の擦過傷とあばらの打撲の。まあ大事なくて本当良かった。今年のキングオブコントでバイキングの西村さんが運動会ではしゃぎすぎて肉離れという話もありましたが、運動会シーズンのお父さん方、特に運動部出身でちょっと自信があるけど最近現役感なくなった方はお互い気をつけましょう。脳内でこのぐらいの足の回転でいけるはずというイメージに全く体がついてこなくてすころ。典型的なパターンをこんなガチなところで剥がしてしまうことは。これ
でしばらくは毎週末の運動とか体育系のお出かけはお休みすることになるので、文化系の活動で知的好奇心を満たしていきたいと思います。それではまた。